はい、皆様こんにちは。ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、また紹介動画になるんですけれども、ちょうど3ヶ月前でしょうかね、防具学園オンライン講座の課題作品について紹介をさせていただきました。実は、もうすぐね完成なんですけれども、まだねあともう1回だけ授業が残ってますので、完成までもう少しというところまで来ました。以前もですねこの紹介動画を通して防具学園のオンライン講座ご受講いただいた方たくさんいらっしゃったかと思います。本当にありがとうございます。で今回もですね、もう3ヶ月クールになりますので、今回も新しい講座に関しての作品紹介をさせていただきたいと思います。まだね初めてっていう方もいらっしゃるかと思いますので、防具学園のオンライン講座ってどういうものなのかな、普通のオンライン講座とはどう違うのかなっていうところもですね、今回の動画の中で紹介をさせていただきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。実は私もですね講師としてオンライン講座で授業を行っているんですけれども、実際に生徒さんがどんな風に授業を受けているのかっていうのも体験してみたくて、防具学園のオンライン講座の方にお願いしてですね、授業の方を受けさせていただきました。で今回私が受けたのは、こちらにつけてるブローチ、これはですね編み物の作家さんの授業になるんですけれども、ちょうどエントリーの講座として今アーカイブ動画になってるんですけれども、そちらの方をお試しさせていただきました。で実際に私もですねこういう風に作ることができて、もう今ね出来上がったばっかりで、そのね感動がねそのまま続いてる間に動画を撮ろうと思って今回ね動画を回しております。なので、今回どんな風に私が受講して、その受講体験とかも少しお話ししたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。でこちらに並んでる生地なんですけれども、以前ですねライブの方で紹介させていただいたジャルダンというオリジナル生地になります。こちらは鎌倉スワニー様とコラボ企画で作らせていただいた、ネイジのデザインの生地になってます。で広げるとねとってもね素敵な生地になってるんですけれども、今回はこちらの生地を使った課題作品になっています。広げるとですね、今回、柄の方は5柄、5色ですね、色の方は5色作ったんですけれども、使用するのはこちらのシャトーモカというちょっと秋冬めいた感じの生地になっております。こちらの生地を選ばせていただきました。できればですね今後もですねオリジナル生地で作った講座をまた考えたいなっていうふうに思うんですけれども、まず第1弾としては秋冬になりましたので、こちらの生地をセレクトさせていただきました。それでは早速ですね今回の講座の作品の方を紹介してまいります。変形トートという名前の大きなトートバッグになります。これがね出来上がった由来はですね、結構荷物ポンポン入れても大丈夫っていうような、何でもね使える旅行バッグとしてもおすすめなバッグとしてデザインをさせていただいております。実際にしょうとこんな感じになります。で、素材がですね今回綿麻キャンバスになりますので、結構テロッとした感じの素材感と、ただ張りもあるので、きっちりと荷物は収まるかなっていうところが特徴になってます。それからですねお洗濯することもできて、ガラガラこのまま洗うことができるというのも魅力です。なので普段使いのバッグとしてもいいですし、ちょっと1泊2日とかお出かけする時にもちょうどいいサイズ感になってます。マッチがね非常にたっぷりなトートバッグです。でバッグのサイズなんですけれども、マッチがだいたいですね24、5センチ、そして縦の長さもですねだいたい30センチぐらいありますので、結構ねたっぷりめな感じのトートバッグになっています。それからこのショルダーの部分を長めに取ることで、こうやって肩からかけても負担にならないようなサイズ感にしております。でこのマチのサイズなんですけれども、このサイドと正面と実はね同じような幅のサイズで出来上がるようになってるんですよ。なのでそこは真四角になるようなデザインです。なんだけれどもこうやって持った時に台形っぽく持てるような感じのデザインを考えました。こんな感じで大きな口のバッグになってます。そしてここもね開いてるんですよね。
なのでこう畳みながら作っていくような感じのトートバッグになります。タグはですね、今回は革ではなくお洗濯を想定してこういう縫い付けタイプにしました。ではバッグの内側ですね、どういう風になってるかっていうと、キーリングとナスカンで留めました。ここを開けてみるとこんな感じで、結構ねデザイン的にはすごくシンプルなんですけれども、やっぱり講座の中ではファスナーを使った方がいいかなと思ってファスナーを入れたポケットにしました。でここに外側にもポケットが入るし、このファスナーの中にもポケットがあるというデザインに仕上げております。ちなみにですけれども、こちらのねこう横縞になってますけれども、内側はこう縦のしましまなんですけれども、このポケット横縞になってるのは、これ実際にですねこのトートバッグを作る時に内側はねちょっと切り落とすんですね、底の部分で。その部分の生地を使ったポケットになっているので、生地もね無駄なく使い切れるというようなレシピを提案させていただいております。そしてこのマグネットボタン、こちらも使っていきます。これでカチャンと閉じると大きな間口にもなるし、それがもうちょっと広がらないようにする場合はここで1回こうやって持つという感じになります。でローズのね柄とか、ちょっとあんまり柄物をね使ったことがない方もですね、だんだんね洋服って結構無地のものを着ることが増えてくると思います。あと秋冬になるとちょっと地味な感じになってしまうので、少し華やかな感じでちょっと大人っぽく持てるような、若干こうワインレッドっぽい感じですね、そういうデザインのものにしておりますので、そんなにね派手すぎない印象にはなるんじゃないかなっていうふうに思っております。このトートバッグ一つの作品を作るのに、授業は4回になっております。比較的作りやすいので、もしかしたら時間が余るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、もし余った場合はですね、またファスナーのところ再確認したりとか、あとマグネットボタンの付け方をもうちょっと詳しくとか、そういうこともできますので、是非ですねどんどん質問とかを考えていただいて授業に臨んでいただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。これからの秋冬のシーズンにもぴったりなサイズ感とデザインのバッグになってますので、よかったらねこちらの方ご検討いただけたら嬉しいです。この私の著書の中から作品を今回は選ばせていただきました。で2019年からはミルームさんというオンライン講座で、2021年からはクラス101を、そして現在の防具学園オンライン講座の講師として活動をしております。で3つのオンライン講座を受け持っているんですけれども、それぞれに役割も違うので、今回は防具学園のオンライン講座は他のオンライン講座とどう違うのかっていうのを、私はですね講師をしておりますけれども、その講師の目線からとこのブローチオンライン講座を実際に受講して作ってみました。ということでですね、受講生の目線からとしてもちょっとリアルな、感想を持ちながら、紹介をしていきたいと思います。で防具学園のオンライン講座が他とねどう違うかっていうと、ライブ配信で行われるオンライン講座なんですよ。通常のオンライン講座はもう録画されているもので、さらに編集で手が加えられたもの、文字のねテロップが載ってますよね。YouTube とかもそうですけど、私が配信する YouTube ももちろんそうなんですけれども、例えば2センチ縫いますってなったら2センチとかいうテロップが入ったりしますよね。なんですけれども、この防具学園のオンライン講座っていうのはライブ配信で行われているので、一切編集の手を加えてないんですよ。なので実際に私講師としてもこう失敗することももちろんあると思う、失敗はないようにやってますけれども、その教室にあるそのミシンを使って実際に縫っていくということをしております。なので先生もライブ配信で緊張するし、生徒さんもその臨場感を味わいながら受講できるという点ではすごくね他のオンライン講座とは違うという点になってます。それからもう一つ、ライブ配信で受講される方っていうのはすごく人数は多くないんですよ。多い時でやっぱり十数名という感じなんですけれども、合印を加えましょうとかそういう感じで一緒に同時進行で進めていきます。なのでその一緒にライブ配信で参加されている方のペースに合わせて進めていきますので、私が一方的に進めていくっていうことはまずないんですね。なのでちょっと縫ったら少し待って皆さんがそ
揃ったところでまた次に進みますっていう風にやりますので、例えば今回紹介するこちらのトートバッグもすごく見た目は作りやすくってあっという間にできちゃいそうって思うかもしれないんですけれども、授業も100分間っていうリミットがあって、その中で例えばここを縫いますってなって待ってると、全部の時間を使っていくとですね、例えば1工程だけで終わってしまうこともあります。今回のバニティポーチで言うと、もう仕上がるよっていうところまで行くまでにいろんな工程があるんですけれども、そこをみっちりやっていく。例えばファスナーだけをつける回にしてみたりとか、バイアステープをつけるだけの回にしてみたりとか、そういうふうにねギュッと、その工程ごとに詰めることができるんですよ。なので、例えば中級以上の方が参加されると、ちょっとペースがねゆっくりだからもうちょっと早い方がいいかなっていう風になるかもしれないんですけれども、逆にそういう風に受講されるって方はもう少し学びをしたいっていうところがあると思うので、一緒のペースでやってみるっていうのも新たにね初心の気持ちに戻って一緒に進める楽しみを味わえるんじゃないかなっていう風に思っております。今回のこのオンライン講座はですね、アーカイブ動画もあるので、そのアーカイブ動画のこのねブローチのこの講座を受講させていただきました。全3回であるんですけれども、その講座を見ながらですね、私はある程度ですね編み物は触ったことがあって編み図は見れるんですけれども、今までですね全て自己流でやっていましたので、細かいところまでは分からなかったんですけれども、やっぱりじっくりね手元を見て、でそのペースがねゆっくりなんですよ。やっぱりそのライブ配信になってるので、その場で生徒さんが質問された内容とかも読み上げてくれるので、同じところ疑問に思ってるとか、あと繰り返しサイズのことを紹介してくれるっていうところですごくね安心感がありました。なのでアーカイブで見たんですけれども、ライブ配信でね受講ができなくてアーカイブで見たんですけれども、それでも同じように受講してる感覚でできたっていうところがねすごく楽しかったんですよね。なので私は今まで講師として一方的に教える立場ではあったんですけれども、こういうふうに今回ねこうやって一緒に作るっていう楽しみも味わえましたので、これはですね皆様が今どんな気持ちで受講されてるのかなとか、あと完成した時の喜びはどんな感じなのかなっていうのは想像でしかなかったんですけれども、きっとね私が今感じてるような感情が湧き立っているんだなっていうふうに感じられたので、すごくねいい経験をさせていただきました。本当にありがとうございます。で今回私はですねこのブローチの宣伝をするわけではなくですね、これをやってみて、オンライン講座っていうのはどういうものかっていうのを実際に体験してみて、教える側と教わる側両方を体験してどんな感じなのかっていうのを皆様に紹介したくて、このねブローチを受講させていただいたんですけれども、すごく楽しかったです。本当に私の講座ももちろんね紹介したいんですけれども、この編み物の講座もぜひ紹介したいなっていうふうに思っております。防具学園っていうのはねすごくね歴史も深いですし、でもともとはね編み物の会社なんですよね。でソーイングっていうのは後から入ってきたような感じになるんで、まだねすごく歴史が深いわけではないとは思うんですけれども、私のような講師でも授業をね受け持たせていただいて対面講座も行っているんですけれども、横浜校と東京校で2つの教室を持っているんですけれども、ありがたいことにおかげさまでずっと空席待ちになっておりまして、まだね空き席のご案内ができないんですけれども、そのご案内がねできない間にも皆様にはできることが実はありまして、ぜひこのアーカイブ動画の方もですねご覧いただけるようにちょっとページの方もご案内したいと思いますので、ページの方を共有しながら紹介させていただきます。はい、それではですね防具学園オンライン講座の公式サイトのページから紹介させていただきます。実際に現在ですね2025年10月生お申し込み受付スタートしております。はい、
で下の方スクロールしていくとですね、先ほど説明したように見逃し配信などの安心サポートというふうにあります。で授業の当日に都合がつかなくても大丈夫で、見逃し配信期間中は動画を何度でも視聴することができます。なので実際に当日その時間内に参加ができなくても、その日の夕方以降ですね、アーカイブ動画が配信されますので、ご都合のいい時間に例えばお風呂に入りながらね、スマホで見ることもできるんですよ。だから1回ね投資で見といて、で実際にオンライン講座で受講するっていうパターンが私は一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはもう絶対に先回りして進めないっていうこともおすすめします。だいたいねなんか縫い方とか編み方もそうなんですけども、知ってるとねどんどん先に進みたくなっちゃうんですよ。で私実際に今回授業をね受けさせていただいてすごく思いました。やっぱり知ってるとねちょっと先に進んじゃうんですよね。そうすると先生が今どこ話してるのか分かんなくなっちゃうので、すごいね困りました。こういうパターン結構あるんじゃないかなっていうふうに実感しました。で私の講座ですね、10月期こちらになります。それでは早速ですね、この今回の講座の紹介になるんですけれども、今回は直線縫いで仕立てるトートバッグという風に、紹介させていただいております。なのでカーブとかがないので比較的初心者向けの、デザインになっています。今回の授業は木曜日1時半から3時10分までの100分間の授業になっています。それから、授業回数今回4回になります。日程はこちらに記載の通りです。もういよいよね年末に近づいてきております。それから持ち物、こちらはですねキットに含まれませんので、皆様ご自身で準備いただくものになります。で授業料なんですけれども、今回受講料が8800円、教材費などが含まれまして16,580円税込みとなっております。で作り方のレシピと裁断図などが含まれております。もし余った時間があったら何かできたらいいなっていうふうに思ってますので、今回キットにね1枚だけ小さな生地を加えました。なんかそれを使ってできればいいなっていうふうに思ってます。それから大事なところをですねちょっとご覧いただきたいんですけれど、この続きを読むをクリックしていただくとですね、申し込みの受付締め切り期日っていうのが書かれています。これはですねキットを送るための期日になりますので、できるだけお早めがいいかなと思います。それからもう一つですね、今回の講座はですね他のオンライン講座とは違ってキットがあっての講座になりますので、キットの数量が、もうなくなり次第ですねこちらの講座は、並行になりますのでご注意ください。いつまでもある講座ではないので、他のオンライン講座とはそこがまたね違う点かなっていうふうに思っております。でキットはですねだいたい開催日の3日から5日前に防具学園から発送されます。で実際にレッスンはですねパソコンとかスマホなどを利用したズーム形式になっております。ただし受講生様が画面に映ることはありませんのでご安心ください。で欠席時も安心というふうにありますけれども、これはね見逃し配信っていうのがあって、授業が終わったその日のその受講内容が配信されるようになるんですけれども、このアーカイブ動画もいつまでも見れるわけではなく、こちらも期日が決まっております。今回の視聴期間は2026年の1月31日までになりますのでご注意ください。なので一番最後の授業が終わるのが12月11日になりますので、完成後からだいたい翌月の月末までという風な感じになります。開始のスタートがですね10月23日になりますので、一番最初の授業と、その次っていうのは結構長い期間見ることができるんですけれども、最後の完成後から視聴期間っていうのが一番ね短くなりますので、その点だけねご注意ください。講座終了時の翌月末までになりますので、もう繰り返し見ることがねそれ以降できませんので、まとめてやろうっていう風にするとですね結構追い込まれるような感じになるので、半年とかの期日があるわけではないので、その点だけはねご注意いただきたいなっていう風に思います。それから、先ほどお話ししましたようにキットありきの、オンライン講座になりますので、キットがなくなり次第こちらの講座は終了になります。なのでできるだけね人気の講座はお早めのお申し込みをお勧めします。でお申し込みされる場合はこちらのところからクリックしてお申し込みください。で今回もキットの方は裁断済みでお届けするんですけれども、先ほどちょっとお話ししたようにこちらの内側の生地だけ、底の部分ですね、このポケットになりますので、その部分だけ裁断をお願いしております。
それを一緒にですね、間違いのないように進めていきたいと思いますので、ぜひ授業の方一緒に楽しんでいただけたらと思います。で、詳しくはこのリンクの方を概要欄の方に貼っておきますので、あと概要欄が見れない、テレビで見てるって方にはこちらの QR コードを貼っておきますので、そちらの方からお申し込みいただけたらと思います。皆様のご受講を楽しみにお待ちしております。はい、それからですね、先ほどお話ししたアーカイブ動画の受講方法なんですけれども、こちらの公式サイトの一番下の方をスクロールしていきます。そうすると、この人気の講座をアーカイブ配信10月期っていう風にあります。こちらの講座の方から受講ができます。で、私の講座はですね、下の方に行って、ここ詳細はこちらっていう風なところを見ていくとですね、私の講座が一つだけ含まれております。この講座が今受講できますよというアーカイブ配信の動画になってます。このような感じで、紹介されていますので、もしご興味ございましたら、こちらのご受講の方もご検討いただけたら嬉しいです。それから、オンライン講座で使っているミシンに関してちょっと紹介したいと思います。今映ってるのはですね、私の部屋なので、職業用ミシンになるんですけれども、実際の授業ではですね、重機のミシンを使ってるので家庭用ミシンなんですよね。で、私はですね、その授業の中でぶっつけ本番でもちろんその中で授業をしていくんですけれども、なのでそこで1回作ってないので、実際にこのミシンでできるのかなって若干不安になりながらも作っております。で、普通の家庭用ミシンで縫っておりますので、皆様ね、ミシンから揃えなきゃいけないかなっていうふうに不安に思われるかもしれないんですけれども、そんなこと一切ございませんので、お手持ちのミシンで針とかはちょっと変えなきゃいけないですけれども、それでできるような感じの内容の講座をいつも考えておりますので、安心してご受講いただけたらと思います。はい、ということで、こちらのね、講座の方の紹介になりました。実はですね、今回はもう1点紹介することがございます。オンライン講座の今回はちょっと告知をね、一緒にさせていただこうと思います。前回は自分の講座だけだったんですけれども、ちょっと先生他のね講座受講してみませんかということでお声掛けいただいて、私がですねちょっと皆様の立場になって、どんな風に皆様が受講されていて、どんなところが変わったら改善されたらいいかなっていうところもですね、ちょっと体験しながら、体験を通して、ちょっとリアルにお伝えできればいいなというふうに思ってですね、今回編み物をチャレンジさせていただくことになりました。実はですね、私はですね、気になってる作家さんがいてですね、編み物のルナ・ヘブンリーさん、実際に学園の方でお会いしてご挨拶させていただいたこともあるんですけれども、すごく人気の先生で、かぎ針で編むアクセサリーっていうね、初級編をやってみたいと思ってます。で、実は私はやりたいものがですね、ちょっとおしゃれなものを見てですね、これかな、こちら、これをねやりたいなって思ったんですよ。でももうこのぐらいになると中級者編になるんですよね。で、よく初心者あるあるなんですけれども、自分のね、私もそうなんですけれども、そこまでできないのにやっぱり見た目からちょっとハードルの高いものに最初からやってみたいっていう風になっちゃって、なんか見本もね見せていただいて、これすっごく素敵だったんですけど、でもやっぱり初級っていうか最初の基本が大事かなっていうふうに思ってですね、改めて皆様と同じ立場になって、やっぱり基本からスタートしてみようということで、お試しでやらせていただくことになったのは、先ほども言った、こちらエントリーの作品ですね。まずこれができなかったら次の作品こっちに行かないんじゃないかなっていうふうに思っているので、まずはですねやってみたいなっていうふうに思ってます。ちなみにですね、今回私が受講させていただくこちらもですね、アーカイブの動画になるので、キットの方もですねこんな感じで届いております。なんかね、ちょっと届いた瞬間ワクワクしました。で、一緒に開けてみたいと思います。で、初心者なので一応全てのキットをいただきました。なのでちょっとこれ見ただけでねちょっとドキドキ しますけれども、ほら、これなんか普段自分では買ったことがないような材料が入っているんですよ。こんな感じで
アーカイブ動画の視聴方法が書かれた紙ですねと、あと編み図ですね。今日8月26日になります。なので、今日からですねちょっと早速、パソコン画面を開きながら試してみたいと思ってます。受講の様子とですね、あと感想とかも、紹介したいと思いますので、もちろんね1日でできるものではないので、少しずつ動画も撮りつつ、それを再編集して皆様に紹介できるような動画に仕上げていきたいと思いますので、後半も、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、どんな風になるのでしょうか。これね、ネオルシールって書いてあるんですよ。何に使うんでしょうね。本当にちょっと届いた瞬間ドキドキしました。私大丈夫かな、できるかなって。なのでこういうことなのかなと思って、生徒さんも私が全部ねカットして揃えたキットが全部細かく裁断されて、量も相当多いので、多分箱を開けた瞬間うわーってなるのかなとか思って、なんかそういう経験がねできたことをちょっと今もうこの段階でも少しね嬉しいなっていうふうに思ってて、なので皆様と同じ疑似体験を私はさせていただいています。本当にねできるかな、私もう本当にそう思ってるでもみんなもそうですよね、きっとね。みんなもっていうか受講される方はきっとみんな同じような感じだと思います。こういう風にキットが届くこと自体私は久しぶりなので、もうワクワクが止まらないんですけど、まずはしっかりやります。ルナヘブンリーさんのねインスタとかも見てみてください。絶対買えないので自分で作れたらっていう風に思いますよ、きっと。でチャンスがあればね、こっちとかもチャレンジしてみたいけど、まだ何にも手をつけてないので、まずは初歩の初歩からやってみます。温かく見守っていてください。店舗のスタッフさんがですね、そうしますとチャットで質問を書いていただいて、手を動かしながらですね、実行を楽しんでいただければと思います。編み図があるんですけど、ちょっと編み方の基本からちゃんとしっかり見たくてやってるところなんですけど、ちょっと何回かやり直したのでふにゃふにゃになっちゃいましたけど、結構ねやってみると分かるんですけど、私は初心者ではないんですけど、編み物はねある程度できるはできるんですけど、やっぱちょっとペース早いなっていう印象ですね。なのでなんかやりながら一緒に同時進行で進めるのはちょっとまだ私でも難しいかもと思って、アーカイブ動画はそう思うとすごくいいですね。リアルタイムで見て疑問に思ったことをアーカイブでまた実際に復習しながらできるっていうところで、両方見ながらできそうです。はい、なのでちょっともう何回か見てるので少し手元はスムーズになりましたので、これでちょっと少しですね原点に戻りながらやってみたいと思います。編み物は、比較的やったことはあるので、手元はね独学なので何とも言えないですけど、さあこの後できていくんでしょうか。ちょっと皆様に、動画の後でね完成したところを見せられるようにして、編集を終えたいなと思いますので、この後は楽しみにしていてください。ちょっとワクワクしながら進めていきたいと思います。もうガチで作りますよ。ですね、長々編んだ後、真ん中で花びら1枚の真ん中で星印の編み方を入れます。長々編みを最後まで編んだら、でこのブローチもね道具がねいろいろ届いた時にこれどういう風に使うのかなって思ってたんですけど、出来上がっていく瞬間がすごく楽しくてですね、しかもこれね糸にね色を染めていくんですよ。そういう行為ってずっとしたことがなくって、私はこれを見た時に糸を変えていくんだなって思ったんですよ。でも実際には違って色をのせていくので、色をつけた人が作っていくっていう感じなので、もう完全にね個性的な作品が出来上がってくると思います。これまだね糸がちょっと余ってるので、またなんか違うものを作ってもいいなっていう風になんかね思いました。すごくね新しい発見になりました。大人になるとねあんまり勉強するとかこう学ぶっていうことって機会がねすごく減ってくると思うんですけど、やっぱり、何歳になってもなんかこう学んで得られたものってすごくね心がねなんか充実するんですよね。
なんかそういう体験を自分の授業を通して、であと形にしてこう残せるっていうところで、またなんか旅行に行って楽しむとか、ご飯を食べて美味しく満たされるとか、なんかそういうのと同じ感覚でなんか作って満たされる、心が満たされるっていうことをですね、こういうオンライン講座を通して一緒にね共感できたらすごくね幸せなことだなっていうふうに思いました。皆様もぜひこれからね手作りを通して仲間を増やして楽しく手芸をね盛り上げていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますので、これからも手作りを一緒に楽しんでいきましょう。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。それから最後にですね、こちら手芸検定というのはこの度ですね、防具学園の方で作られたようです。すごいですよ。でこれね、私もねちょっとね中ね見させてもらったんですけれども、手芸検定なのでもちろんね縫い物に関してもそうですけれども、例えば刺繍とか編み物とか洋服の仕立て方とかもうすごい網羅されてるんですよ。でこれはですね、この手芸検定を取ったらどうなるかっていうことではなく、これをね勉強することでちょっと知識が蓄えられるかなって思って、読むだけでも結構楽しいなっていうふうに思っております。実はこの中にですね、私がね作家としての紹介がありましたので、一冊ねご提供いただきましたので、ちょっと私もですねこれを見ながらねちょっと勉強できるかなとか、あと道具のこととかね詳しく載ってますので、私は一切ね独学でやっておりますので、へーとかおーとか言いながら楽しく読ませていただいております。こちら1冊1980円で販売されてますので、よかったらご興味ありましたら手芸検定受けてみてはいかがでしょうか。大人になってからねこういう勉強するっていう機会はなかなかねめったにないと思いますけれども、ちょっと勉強してその手芸の知識が増えると、これから作っていく楽しみがまたね変わって楽しくなってくると思いますので、よかったらこちらの方もご検討してみてください。テキストのね表紙がいいですよ。編む、刺す、縫うを知ろう。すごいいいタイトルですね。もう一つだけ紹介したいものがあって、実はですね旅を計画しておりまして、旅バッグができました。今日ねちょっと買い物で使ってきたんだけど、こんな感じで使おうと思ってポケットいっぱいのバッグを作ったんですよ。なんだけどこの後ねちょっとほどいてやり直したいなっていうところもあるので、もうちょっとこれね今一応動画に残そうと思って撮ってるんですけど、少し変化を加えてもう少し使いやすい構造で作り直そうというふうに思ってます。これはねラミネートの生地になるんですけれども、ラミネートの生地も家庭用ミシンで作れますからね。なのでちょっとねシックな感じの、ちょっとねボルドーがかったローズのねちょっとラインのところとかもねおしゃれになってますので、よかったらこちらの生地もですねもう販売がスタートしていると思いますので、ぜひですねお手に取ってご覧いただけたら嬉しいなっていうふうに思います。